こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい沖縄なのになかなか誰も行かない沖縄北部離島制覇の旅の一つである神と王の島伊是名島の旅をお届けいたします。一気にファンになる人も多い、人の優しさに触れられる温かい島でした。教えたくない、いやでもこっそり教えたい、そんな一生に一度は行くべき大人の穴場旅行先、ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。沖縄本島北西部にある伊是名島は面積約 14.12 平方キロメートルの自然豊かな島。人口は約1300人。伊是名島は神々が降り立ったとされる聖なる島として崇められてきました。島の各地には神朝木と呼ばれる祭祀の場があり、地元の人々はここで五穀豊穣や航海安全を祈願します。また東徳と呼ばれる農業の神が祀られ、旧暦の2月2日には東徳祭りが開催されます。伊是名島は琉球王国第二尚氏の始祖である荘園王の生誕地です。貧しい農民から王へと上り詰めた荘園王は琉球の発展に大きく貢献しました。島内には彼の生誕地とされる荘園王ウナー公園があります。また14世紀に築かれたとされる伊是名城跡も見どころの一つです。ここからは伊是名島の美しい海が一望でき、歴史のロマンを感じることができます。あまり知られていない伊是名島の魅力の一つが透明度の高い美しい海。特に島の南側に広がるビーチは遠浅で波が穏やかでシュノーケリングに最適です。カラフルな熱帯魚や美しいサンゴ礁を間近で楽しむことができます。ウミガメと出会えることもあり、沖縄の海の魅力を存分に感じられる場所です。伊是名島へのアクセスは沖縄本島北部の運天港からフェリーで約55分。フェリーは1日2便運航しています。運天港へは那覇空港から車で約1時間30分で到着します。また伊平屋島からの渡し船でも行くことができます。島内はコンパクトですが、移動はレンタカー、バイク、レンタサイクルの利用が便利です。それでは唯一無二の神と王の島の全貌を一緒に見ていきましょう。これが港のターミナル。フェリー伊平屋とフェリー伊是名があるんです。で、船は大人が片道で1840円。片道買いましょう。船の運賃となんか環境協力税っていうのが払われてるみたいですね。これで島の環境を良くしてるんですかね。そしてなんか売店もありますね。あ、やばい。売店で買ってたらいきなりもう誰もいない。もう多分乗ってるかもしれない。危ねえ。あともうちょっと迷ってたら乗り損ねるとこやった。なんでこんなことばっか起こるんや。フェリー伊是名なんて呼ぶんやろあれ。荘園直園。楽しみやな。去年まではもう伊是名島があるっていうことも知らなかったのに。多目的スペースとかなってる。で、一般スペース、女性専用。こういう席もあるんや。あ、いいっすね。あ、全然いいや。端っこ取りたい。さあ、動き出しましたね。ありがとう、沖縄。楽しかったよ。さあ、着きましたね。そうそう、チャット GPT で調べてたんですけど、この伊是名島はね、琉球王国の荘園王の生誕地として知られてるんですよ。だからフェリー伊是名荘園なんや。荘園王ですね。荘園王は15世紀に琉球王国の王となり、その功績を称えた荘園王御邸公園や、荘園王宇滝など歴史的な場所があるということですね。あと島には白砂のビーチや澄んだ海が広がり、シュノーケリングやダイビング適したスポットが点在していますと。面積はね、約13平方キロメートルと比較的小さな島ですが、豊かな自然と沖縄の歴史や文化が色濃く残る魅力的な場所ということですね。楽しみですね。人口はね、約1300人前後みたいですね。歴史の島、自然の宝庫、ハブのいない伊是名島って書いてますね。あれが荘園王ですね。さあ、到着しました。
今回ね上里商店さんというところにお世話になるので、その方にいろいろ今回聞きながら来たいなと思ってるんですけども、どこにいるんやろ。はい、上里商店の上里さんに迎えに来ていただいて、今、チェックインさせていただきます。ゲストハウス上里というところですね。でこちらが部屋になりますね。これは個室タイプ、ゲストハウスなのにテレビまでついてますね。あ、こういう、これ普通の宿ですね。ちゃんと個室なんですね。あ、全然いいですね。さっきの、着いたとこがここ。こっち。はいはいはい。この辺も結構大丈夫です。で、一番はマッテラの浜。ここはなかなかいい場所です。あ、そうなんですね。はい、ビーチエントリーで行けるみたいな。そうですね。レストハウス神山食堂。こちらです。あ、神山そばってあれやん。これにしよう。波で。さあ来たー。これが神山そばですね。よし、いただきます。うまそう。これはね、沖縄に来たって感じ。三枚肉。柔らかくてうめえ。ホッとする味やな。温まりますね。うん。これがソーキ。うまそう、手びち。溶けるな。トロトロやな。コラーゲン全開ですよね。うん。ここから一周回るようなルートに行きます。あれが神が降りたとされる島。これが城跡ですね。琉球の王様の城。王様の城ではないですね。あ、それは違うんですか。の親戚のところ。あ、王様の親戚なんですね。その上の先代っていうんですか。で、今日紹介した浜があっちですね。マッテラの浜。ああ、いい感じですね。綺麗。後でここで泳ぎたいと思います。ちょっと水温だけチェックしとこうかな。おお、冷た。大丈夫かこれ。ちょっとウエットスーツ、上だけでも借りれないか聞いてみます。ここはギタラ展望台って言うんです。ギタラ展望台。俺、ギタラっていう意味が、はこっちの方言で岩っていう意味。い。岩、ギタラが岩っていう意味なんですね。ああ、ほんまや、ピラミッドみたいに見える。はい、また港にね、戻ってきたんですけど、ここでウェットスーツ借りれるみたいで借りたいと思います。伊勢名観光協会に借ります。なんかキャンピングテントとかミニランタンとかシュノーケルセットも借りれるんや。なんやねん、めっちゃ頑張って持ってきたのに。上下つながってるタイプのウェットスーツ借りました。さあ改めてレンタカーを借りに来ようと思ったら、なんとお昼休憩中じゃないですか。しかもあと1時間。マジかよ。ちょっと予定をね、15時までねちょっとレンタカー借りれないんで、もう今日はね観光行かずこのまま泳ぎたいと思います。で上里さんのちょっと車を泳いでる間お借りして、でその泳いだ後またここ戻ってきて、そっから時間があればもうちょっと回りますし、なければもうそのまま居酒屋で今日は飲んだくれるというプランでいきたいと思います。はい、それではね、ウェットスーツも着まして完璧な状態になりましたんで、今から海行きたいと思います。行ってみたいと思います。寒っ。
足ひれ持ってくるの忘れてたわ。はい、それでは足ひれもつけたんで行きたいと思います。いやー、でもめっちゃ良かったですね。あんま期待してなかったんですけど、すごい良かった。色とりどりで魚もめっちゃ多かったし、なんかいろんなサンゴがあって、やっぱどこ行ってもね、唯一無二っすね。でもいいっすね。こうやってウェットスーツ借りられるサービスが、普通の島だったらあんな観光協会で借りれないと思うんですよ。マリン業者とかに借りないといけないんで、マリン業者とかだと冬とかも休んでたりとかするんですけど、観光協会は休まないですからね。冬の閑散期に来てこうやってウェットスーツで泳いだら誰もいない海で楽しめますね。これはいいわ、最高。はい、こちら宿なんですけど、洗濯機もね1回500円で使えますし、これですね、綺麗なリフォームされたお風呂がありますね。いいっすね。はい、それではやる気向かいたいと思います。はい、お食事亭山。今満席って言われました。全然満席じゃないのに。予約が入ってるってことですか？そうです。さあ、ようやく着きました。はい、それでは、今日宿泊させてもらってる神里商店。上里ずっと神里さんだったかもしれない。上田商店の上田さんと飲ませていただきます。はい、いただきます。はい。間違いないです。これがもずく酢。じゃあ僕はちょっともずくからいただきます。イゼナのもずく。そして島宮ね。すごいな、こんなトロトロな技術、すごい。いや、やっぱイゼナのお酒飲みたいですよ。それでは金賞いただいた時はいただきます。40度ですよ。乾杯。はい。美味しい。なんかまろやかですね、なんか。臭みもないし。ないですね。もずくそば。ちょっと僕が思ってたもずくそば違ってたけど、これも新しいスタイルですね。ブレンドして食べるみたいな。いただきます。あ、うまっ。伊是名島のもずくうまいっすね。歯もね、気になってた。これまあ伊是名のもんじゃないけど。じゃあしめ鯖。あ、うまいな。ここのものじゃないって言ったけど、なんかここで釣れたものかのようにうまいな。もずくペペロンチーノ。いただきます。あ、もずくをペペロンチーノ風の味にしたみたいな。これはうまいですね。で、豆腐チャンプルー。美味しいですね。これ好きかも。いや、美味しいですよね。人気あるの分かるな。危うく見逃すとこでした。いやー、美味しかったですね。来ました。麺凸。レモンサワー。それではいただきます。いただきます。餃子。きたー。これはうまそうっすね。味噌ラーメン。じゃあ味噌ラーメンいただきます。いただきます。これが
離島で食べれるっていうのがまたすごいですね。ありがたいですね。無性にラーメン食べたくなる人も多分多いでしょうからね。味噌うまい。これは本当普通に美味しいですね。こっからまた歩いて今日取ったカロリー全部ゼロにしたいと思います。3時会です。美味しい。やっぱいい飲みです。落ち着きます。そうっすね。まだね、全然そんな観光はしてないですけど、まあそれでももう、この伊是名島の良さが。ここになんかいろいろ口コミみたいなのああ、そうなんですよ。書いてて、伊是名村、人が温かいですってね、書いてる方とか、透き通る海、生き生きとした見渡す限りのサンゴ、悠々とそびえる城跡。どの景色を思い返しても素敵で、あの日、伊是名に恋しちゃったみたいですとかね。うんうん。素晴らしいですね。旅落ち子投資、読むだけで人生が豊かになる大人のための旅エッセイが出ました。大人のあなたにこそおすすめの本になっております。ぜひどうぞ。旅で人生が動き出す。おはようございます。今朝8時43分ですけど、なんと今日もめっちゃ曇りっていう予報でしたけども、青空見えてますね。これは嬉しい。さあ、それではね、この港の中にあるお店でモーニング行きたいと思います。本日中にお召し上がりください。それでは卵サンドいただきます。めっちゃうまい。すごいジューシーやし、なんかレタスもシャキシャキやし、卵もなんかちょうどいいぐらいのなんか柔らかさで、それでいてなんかちょっと家庭的な感じもあっていいですね。アギータラの裏側。ギタラっていうのが岩っていう。ああ、ギタラ。はい。迫力ありますね。そしてここにブランコがあるじゃないですか。この素晴らしい海を見ながら、おお、これはいいですね。これはいいわ。阿原宇滝。阿原宇滝への山道は険しい岩場があるため十分ご注意ください。ここ通れるんか。島旅では定番ですね、この感じ。こっちの宇滝は別に女性しか入ったらダメとかそういうのないんですね。やっぱ違うんですね、島とかに。来た。これは開けていいんですか？素晴らしい。はい、こっちもまた登れます。おお、めちゃめちゃ絶景や。これは素晴らしい。海がめっちゃ見渡せるし、こっちは森が見渡せるし、ここはすごいですね。ご褒美みたいな感じや。これはいいわ。知人岳っていう山。伊是名で一番高い山。でも本当に山すごい印象的っすね。シンボルですよね。ねえ。こっちっすか。看板とかもないの？ないっすよね。これはわかんないわ。しかも看板もないからほとんどの人たどり着かないです。来た。絶景が多いな。あ、分かれ道、しかもこれ右行くんすか。これもわからん。これは上里さんに聞かないとわからん。これが神の岩子です。あ、これが神の良さ。神になります。おお、これは
これは絶景や。神になった気分ですね。素晴らしい。伊是名集落に来ました。ここだけね、石の積み上げ方が違うんですね。なので荘園王のつながりのお家だったと言われています。あ、荘園王の叔父を外するところなんですね。ああ、すごいですね。立派ですね、やっぱ。この時代が進んでもね。ありがとうございました。おお、これは素晴らしい。これ福木並木。ね、奄美大島とかでもあったし、多良間島でもありましたね。なんでこんな癒されるんやろ。アサギ、上アサギ。県指定有形民族文化財。上アサギは麦大祭、稲大祭、うんざみといった豊穣、豊漁祈願など様々な漢字がむずいな。祭り事ですか、ね、祭り事をね、その時に使うんですか、はい、すごいな、これ。これは各集落にあるみたいですね。面白いですね。いろんな場所でいろんな常識がある。はい、またちょっと先に行くと、昨日飲んだお酒の酒造がここにあります。しかもすごいマイルドなね、飲みやすい泡盛でした。こうやって瓶に詰められていってるんですね。こっからラベルを貼ったりとか、常盤もありますね。常盤うまかったな。はい、それではレンタカーをここから借りたいと思います。これですね。これで行きたいと思います。来ました、太陽食堂。お米の麺なんですね、ここ。フォーとかと一緒や。麺か。はい、ありがとうございます。フォーみたいな感じ。いただきます。ほんとフォーみたいな味。めっちゃうまいだから。うまい。もちもちした麺で、優しい。ベトナムの方よりも結構もちもちしてる感じですね。豚骨もそろとろでめっちゃうまい。うまっ。おいしい。はい、マッテラの浜にね、12時31分に到着しました。今日は普通の自分の装備で行きたいと思います。楽しみです。そういったものの水の中はちょっと冷たいな。
いやー、最高でしたね。いや、昨日とはねちょっと違う方向に行ってみたんですけど、今日の方がサンゴすごかったですね。ウミガメに出会えるかなと思ってウミガメには出会えなかったですけど、めちゃめちゃ満足度高い。はい、それではね、改めて、城跡ちょっと見ていきたいと思います。はい、伊是名城跡、入り口こっちです。はい、伊是名城跡。伊是名城跡はピラミッド状の岩山を利用した城、グスクっていうんですね、城のことを。急な地形から天然の要塞的機能を有し、難攻不落な佇まいを誇っていますと。実際伝承によると、当時琉球の北部、現在のやんばるですね、を領土としていた北山に攻められた際も落城しなかったと言われている。築城年は、はっきりとわからないが13世紀から14世紀に遡るとされ、伊平屋出身の鮫明川大主がこの地に移り住み築城したと伝わっているということですね。その鮫明川大主は後に琉球を初めて統一する、小なんとか氏の祖父にあたることから、伊是名城は琉球史においても重要な意味を持つ史跡なのですということですね。これはお墓ですね。県指定史跡有形文化財、伊是名玉うどんって書いてますね。やっぱお墓って書いてますね。琉球王家第二彰子初代松園の父、読み方わからんですけど、なんせお墓ですね。はい、ここにもやってきました。あ、しまった、カメラ忘れた。通水節日本語ガイダンス。そしてこれが松園王乗馬像ということで、はい、この像は見知ぬ町がに松園王が愛する女性のいる実着の地を後にし、樹木の生い茂る長い森の道を抜け、後ろ髪を光りながら家路をたどる若き松園王の姿を表現していますと。琉球王国第二彰子開祖松園王生誕地として生誕600年を記念し、この島が刻んだ歴史を確認するとともに島のさらなる発展を願い、この像を建立しましたと。素晴らしい。さあやってまいりました、伊是名ビーチ。これは素晴らしい夕日が見れそう。なんという絶景。いやー素晴らしい。マジで静かです。いやー雲に隠れてしまったけど、それでも美しいですね。素晴らしい。はい、今日はですね、上里商店の上里さんのご自宅で飲もうということで今招待されてます。もう集まっているそうです。めっちゃ集まってる。よろしくお願いします。喘息の薬。以前の皆さんとありがとうございます。
喘息の薬。喘息の子がいたらずっとこあ、の昼本当ですか。僕小さい時喘息持ちやったんで。いただきます。全然言われなかったアヒルとかわかんないですね。普通の鶏肉です。そうそうそう。これ喘息に効くんや。言ってるだけですか？いや言ってるだけですか。なんもないですプラシーボ効果ですね。美味しいですね。カルパッチョ。美味しい。このこれもそのままかぶりつくみたいな。そういう感じですよ。いただきます。色から。美味しいです。めっちゃサクサク。おやつみたいな感覚ですね。なってるさ。何時からやってるんですか？今日5時半から。自分なんかけど多分お昼昼からやってるんですか？堀さん来るから掃除するよって言ってた。あれは9時に終わってる。午前中はもうずっともう案内してますよ。あで終わったからはあ疲れたなってご飯食べてよし飲むかよいやいや、一息ついて森さんにも言ったんですけども。連絡ください。聞いてないんか。あ今言ったけどもうフルカットでお願いしますよ。もう無駄ですよ今の。今年の出産人数が3名なんですよ。3人。はい。なので本当に過疎化がどんどん進んでいって今いる子供たちは100人ぐらい。100人。小中で100名ですね。小学校は何個あるの？一個一つ中学校ではなくて一応小中では別に人数はあるんです。その1クラスが大体もう10名前後になってて、保育所もね差がありすぎて、10 10名いたり、20名前後とか。最近ちょっとこの 2,3 年で20代とかが来て人口の若者がちょっと増えたっていう傾向があるんですけど。それは移住してきたんですか？そう U ターンですね。 U ターン。 U ターン。U ターン。なんかその全然関係ない例えば東京出身の人が別にその結婚したとかじゃなくってここで住みたいみたいなそうですね。人はいるんですか？います。これはいます。そういう人たちはなんか結構いろんな島行ってると住むところがないみたいな、そのなんか家が結構余ってるにもかかわらず契約ができないっていうのはすごいよく聞くんですよ。役場自体が作ってるのかな。このそうなんですか？県外の方だけが住めるっていう豊かなそうなんです豊かな古民家再生して、じゃあそういうあそこに日本は開いてるってね。結構言わするんですけど、やっぱ組もな持たないですね。持たない。どっちが持たないですか？そうです。こっちに移住してきた人が仕事がなくて帰っちゃうみたいな。なるほどね。結構多いですね。結局は年間通しての仕事が確立されてない。ここの仕事をやっぱ取ろうと思ったら大変そうですね。実際ここにその古民家再生の場所ってどれぐらいの値段ですね。2万とかじゃなかったかな。2万。2万か3万だと。2万か3万さ。一軒家なんで。一軒家で2万3万。2万3万。めっちゃ安いじゃん。安い。ただ代わりに1年いてくださいっていう。はい。で職も紹介します。職も紹介してくれる。自分で仕事を持ってる人だったら別に住むだけでいいです。仕事できます。そうなんです。安くで借りられて、そこに。めっちゃいいじゃないですか。はい、今9時6分でお開きですね。礼作さんももう酔いつぶれていなくなりました。ありがとうござい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 ました。おはようございます。で今日はね12時に渡し船で、伊平屋島に来たいと思うんですけど、今日はやっぱ天気がちょっとね荒れそうな感じですね。朝食に向かいまして、そのままレンタカー返したいと思います。さあ宝屋ってとこにやってまいりました。ここで朝食が食べれるらしいですけどね。こんな感じでハムエッグとかウインナードッグとかおにぎり、味噌のおにぎり売ってるな。うまそう。いろいろ売ってます。普通に生活するに必要なものは売ってるって感じですね。はい、それでは味噌のおにぎりいただきます。濃厚で甘い。味噌うまっ。そして素朴な感じもある。うまっ。そしてゴーヤチャンプルー的な感じ。じゃあいただきます。
これはマジ作りたてでめっちゃほかほかなんでうまい。間違いない。でゴーヤがいい具合に苦くて沖縄って感じですね。うまい。最高っすね。こういう朝食もいいっすね。いやー、こっから私船で僕一人のために渡ってくれるんですね。結構荒々しいからめっちゃ揺れそう。はい、これでですね、伊是名島の旅が一旦終わりになります。2泊3日の旅で、いろいろ天気もね、良くなったり悪くなったりしましたが、皆さんの目には、どのように映ったでしょうか。いや、今回のね、旅で本当に全部を網羅できたわけではありません。それでもね、この2泊3日で、本当に充実した旅をすることができました。晴れてる時はもちろんね、素晴らしい海の中とか、素晴らしい山からの景色だったりとか、普通に車をね走らせてるだけでも素晴らしいものを見ることができたんですけども、雨が降ってる時もやっぱこう食事を楽しんだりとか、その空気感、もうそこにいるだけでもうなんか癒されるみたいな、やっぱ不思議な空気を持った島だなと思いました。やっぱりね、その神の島、そして王様の島ですよね。こんなものが合わさる島って僕は今のところ見たことがないので、そういうなんか空気を作り出してるんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひ皆様もこういった島の空気を味わいに来てください。本当に充実した、この伊是名島最高の島でした。それでは次、伊平屋島行ってみたいと思います。まさに旅味ごとし。はい、次にですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞインスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついております。除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。そんなもうキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。